どうもリュウクです。今回はこのエアーのシティパックプロ2ウルトラについてレビューしていきたいと思います。このシリーズについてはシティパックとこの前作にあたるシティパックプロを使ったことがあるんですが、今回はそのフルモデルチェンジとして2プロ2ウルトラっていうのが発売されました。ウルトラコレクションの登場からこのウルトラ 400X っていう超ハイテク生地が採用されており、今回のシティシリーズではこのウルトラモデルも同時に発売されたので、今回は思い切ってウルトラモデルを買ってみました。こういう大きめのバックパックとしては初めてウルトラ 400X のバックパックを手に取ったんですが、めちゃめちゃかっこよくて非常に満足のいるクオリティだったので、このウルトラモデルを選んでよかったなって思いました。そしてこの本体のデザインについてもかなり改善されていて、正直語ることがたくさんあるので今回の動画ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですが、使っていてよかった点と少し気になるなと思った点、それぞれ話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまず最初にこのシティパックプロ2ウルトラについて簡単におさらいしておきます。容量は24リットルで日常使いはもちろん1泊から2泊程度の旅行にも対応できるバックパックになっています。素材にはナイロンよりも約 20% 軽くスチールの15倍の強度を持つ超高分子量ポリエチレン繊維のウルトラ 400X を採用。本体重量が 1170g と軽量ながら耐久性と耐水性に優れています。用途としては通勤通学から軽めの出張や旅行まで幅広く、メイン収納はクラムシェルオープン仕様で荷物の整理がしやすい設計になっています。16インチまでのラップトップに対応したポケット、ウォーターボトルホルダー、ラゲージパススルーなど近年の高機能バックパックの機能が網羅的に実装された最先端のバックパックの一つです。それでは早速このシティパックプロ2ウルトラの使っていて良かった点から話していきます。まず1つ目はこの超高い自立性についてです。このバックパックはこの底面の面積がかなり広く設計されているので、今これ中に荷物入った状態ですが安定して立つのがわかると思います。あとはこのウルトラ 400X っていう生地自体が結構パリッとしているので、荷物を入れてなくてもここのシルエットが崩れたりすることが少なく、この底面自体には芯材が入っていないんですがほとんど崩れることはないです。例えばこんな感じで中のものを全部抜いてしまって、このフラップを開けた状態で立ててもこんな感じで立つぐらい、この表面の生地がパリッとしています。このバックパックはほぼ全てのポケットが上からのアクセスによって便利に使えるような設計になっているので、この高い自立性はかなり生きてくるんじゃないかなって思いました。次の良かった点がこのフラップ部分にも芯材が入っているという点です。ここのフラップの部分にも芯材が入っているのはかなりメリットが多くて、例えばここにフロントトップポケットといって、この辺が底になった浅めのポケットがついているんですが、こんな感じでモバイルバッテリーだったりサングラスのような小物をかなり収納しておくことができます。このポケット自体かなり便利なので、たくさん物を入れてここが重たくなってしまう傾向にあるんですが、ここのフラップの蓋の部分に芯材が入っているので、この本体のシルエットがこっちのバックパネル側だけじゃなくてこっちの蓋側でも支えられるので、このトップがこうやって陥没してしまう心配がありません。さらによく見るとこのトップポケットの縫い付け方もこの奥の方からこの手前にかけてこの上部の面が全てポケットで覆われているようになっていて、縫い付けの部分がこのようにかなり隅々まで縫い付けられているので、こういう小物を入れると分かるんですが、こんな感じで重さがかかるのがこの面になるんですよ。つまりこのように蓋を閉めた時にこことここの一番バックパックにおいて強いところに重量がかかるので、このフロントポケットにおいてもこのトップポケットにおいても物をたくさん詰めてこう重量がたくさんかかってしまうことによってトップのシルエットが潰れてしまうみたいな心配がほとんどない、そういう設計になっています。あとは純粋にここに厚みのある芯材が入っているので、このメイン収納に入れたものをこの正面からの衝撃から守ってくれるっていう、そういうメリットもあります。あとはこの PC ポケット、メイン収納、フラップ側のポケット、このフロントコンパートメント全てにおいて
この背面の芯材とこのフラップ側の芯材の近いところに全てのポケットが配置されているので、こういった荷物の重量によってこの生地が引っ張られて本体のシルエットが崩れてしまうっていう、そういった懸念がほとんどない設計になっていて、これは非常に考えられたデザインだなって感じました。次の良かったポイントがこの PC ポケットの使いやすさです。このバックパックの背面はこのようにカーブを描いているので、背負った時に背中にかなりフィットします。そしてこのカーブのまんまこのクッションがこのようになだらかになっているので、 PC を入れる時にスムーズにここに収納することができます。こちら側はこのようなふわふわの素材になっているんですが、この面以外のポケットはこういったリップストップのつるっとした素材になっているので、PC を出し入れする際に滑りが悪くて入れづらいみたいな心配はありません。 PC ルームは大きく3つの部屋に分かれていて、 PC ポケットはもちろんクッションに守られているんですが、この反対側のポケット、ここは裏地だけのクッション性のないポケットになっているんですが、この真ん中のポケットはそこまでついてしまっているのに対して、この反対側のポケットはこの辺の少し底上げされたポケットになっているので、例えばこういった A4 サイズの書類やノートなんかを収納した時に非常に取り出しやすいんですよね。この真ん中のポケットに入れてしまってもいいんですが、ここは深い分このようにちょっと奥まってしまうんですよ。ただここに入れることによってこんな感じで、この PC の上部の位置とこのノートとか書類の上部の位置がほとんど同じ位置に来るので、非常に取り出しやすくて優れた PC コンパートメントだなって感じました。次の良かったポイントはこの両サイドのボトルポケットです。前作のシティパックプロは片方にしかなかったんですが、やっぱり2個ボトルポケットがあると、飲み物と傘だったり結構幅広く使えるので、なんだかんだ2つあると嬉しいなって感じます。あとはどちらともちゃんとここに水抜けの穴が切れているので、例えば傘を濡れた状態でここに突っ込んでおいても中に浸水する心配はないんじゃないかなって思います。あとこのボトルポケットは、このポケット側は途中から裏地になってるんですが、本体側は下の方までウルトラ 400X の生地が使われているので、本体側に浸水する恐れはほとんどないんじゃないかなって思います。次の良かったポイントがこの取り回しやすいハンドルです。このバックパックにはトップに1つ、サイドに1つずつ合計3つのハンドルが装備されています。それぞれのハンドルは非常に肉厚でクッション性が高く、かなり握り心地がいいなって感じました。本体の重量は軽いものの、24リットルの容量があるので、物を入れるとかなり重たくなります。重たいバックパックを取り回す際に、サイドやトップにハンドルがついていると非常に取り回しやすいのはそうなんですが、ここのハンドルが全て非常に肉厚なおかげで、握った時の握り心地だったり手に入る重量の感覚が非常に快適だなって感じました。あとは細かいんですが、ここの縫い付けバータックの角度がハンドルの向きに対して垂直に縫われているので、この片方から抜けてきちゃったり、このサイドハンドルにおいても絶妙に斜めに切れているので、こう持った時にこの片側からハンドルが抜けてきてしまったり、糸がほつれてしまうみたいな心配もないんじゃないかなって思います。3箇所あって肉厚であることによる握り心地、握りやすさの快適性、あとはこの重量のかかる向きなんかもかなり考えられているので、強度的にも問題ないんじゃないかなって感じました。次の良かった点はこの縦向きにさせるラゲージパススルーです。前作のシティパックプロだったり、他の多くのエアの製品については結構ここのベルトがこういう横向きに刺すタイプのラゲージパススルーになっていて、一部 GO コレクションなんかはこんな感じで横向きになっているんですが、こういうフラグシップ級のバックパックでこの横向きのベルト、縦に刺せるラゲージベルトがついたのは今回が初なんじゃないかなって思います。こういう横向きに刺すタイプのラゲージパススルーであってもそこまで不便ではないと思うんですが、頻繁に使う人からしたらこういった縦に刺せる方がバックパック自体が縦向きに上からアクセスしたりすることを前提に作られているので、非常にありがたい設計になったなって思いました。あとはこの向きにベルトがあることのメリットって、このラゲージに刺す以外にもいくつかあって、例えばこのショルダーハーネスのベルトをマックスまで伸ばしてこのラゲージベルトの中に通すことによって、こんな感じで簡易的な
横持ちスタイルで使うこともできます。これはセールスなんかをなりわいにしている人にとっては、取引先にこのようなブリーフケーススタイルで出向けるので非常にありがたい設計なんじゃないかなって思います。あと今回結構びっくりしたのが、このラゲージベルトが非常に幅が広いというか長く設計されているんですよ。なのでこのようにハーネスを通した状態でラゲージに通すことができるんじゃないかなと思います。通常このようなタイプの縦差しのラゲージベルトはキャリーケースの取っ手にこう刺してしまうと、このハーネスがだいたいこんな感じでハの字に開いてしまって、ちょっと邪魔だったり不格好になってしまうことが多いです。特にキャリーケース自体が大きい人だったらそんな気にならないかもしれないんですが、キャリーケースも少しコンパクトなものを使っている人にとっては、この上に刺したバックパックがこのように羽が広がった状態になってしまうと結構邪魔なんじゃないかなって思います。ただこのシティパックプロ2ウルトラの場合はこのラゲージベルトがかなり長く設計されているので、これは公式が推奨している使い方じゃないかもしれませんが、こんな感じでハーネスを収納した状態でここにラゲージのハンドルを刺すことによってバックパックをコンパクトに保った状態で縦差しができて、かつこのハーネスが邪魔しないのでラゲージのハンドルも握りやすいみたいな、そういった優れたラゲージベルトになっているので、この設計は非常に秀逸だなって感じました。以上がこのシティパックプロ2ウルトラを使って良かったなって感じた点でした。ここからは使っていて少し気になるなって思った点について話していきたいと思います。まず1つ目の気になった点は、トップのポケットがどちらも浅くなったというポイントです。このフロントトップポケットについては非常に広くて使いやすい空間ではあるんですが、こうよく見てみるとこのセンタージップの場所が前回よりも少し上に配置されています。必然的にここのフロントトップポケットの底はこの位置になってしまうので、前のモデルよりも少しここの容量が減ったなっていう印象です。とは言ってもこのような大きめのヘッドホンなんかも結構余裕を持って収納できてしまうようなサイズ感にはなっていて、ここのダーツの切り方的にもかなり待ちがあるので用途的にはそんなに遜色ないんじゃないかなって思いますが、前作と比べるとちょっと狭くなったなっていう感じがしました。もう一つのトップポケット、ここのポケットについては、前作はこう四角い袋状の形だったんですが、今回からはこう上に縫い付けてあるようなこういった形のポケットになっているので、ここについては前回のシティパックプロみたいにこう何でもかんでもこのトップポケットに収納してクイックに物を取り出したいみたいな人にとっては、ちょっと使い勝手が変わってしまう点だなって感じました。具体的にはこういったイヤホンだったりコンパクトな財布であれば、問題なく収納はできるんですが、見てわかる通りかなり浅くて狭い空間ではあるので、ここにスマホだったりあとは長財布みたいなこう日常使いのものをほとんど収納しておきたいという人にとってはかなり心もとないスペースなんじゃないかなって感じました。ただこのフロントトップとこのトップポケット2つ選択肢があるので、ほとんどの人においては問題ないんじゃないかなって思います。次の気になったポイントがこのファスナーの硬さです。全体的にこの太めのファスナーで、止水ファスナーなので当然裏使いといってこのようにコイルが内側になるような設計になっているので、ファスナー太い方が少しこう滑りが悪くなる傾向にあるのと、このようなコイルが内側に来る裏使いファスナーをこういった縫い付けのギリギリの部分に配置してしまうと、特にこのカーブの部分においては中のこのグログランテープにがっつり当たってしまうのでかなり力を入れて開閉する必要があります。ここは正直ロマンで全部止水になってるっていう意味では非常に満足度は高いんですが、ぶっちゃけた話をするとここが止水になっていてもこのようなステッチの部分が外に出ているので、ウルトラの生地自体に撥水性があってこの止水ファスナー自体にも撥水性はあるんですが、このバックパックトータルで見た時に完全に防水性を担保できているか撥水性は担保できているかっていうと正直そこまで防水性はないと思います。なので全体のバランスだったりこのファスナーの開けやすさみたいなのを重視する人にとっては、ちょっと使いにくいんじゃないかなって感じました。あとはこれは実際に長く使わないと分かんない部分なので、現状の懸念という意味ではこういったカーブをかけた止水ファスナーは一番最初に劣化してしまう、剥離してきたりしてしまう箇所なので、ここは長く使いたい人にとってはちょっと気になるんじゃないかなって思います。次の気になったポイントは
サイドポケットがなくなったという点です。このように背負った状態からすぐにアクセスするためのこのサイドポケットは前作あったんですが、今回は両サイドにボトルポケットが搭載された影響で、このサイドのポケットは廃止になっています。正直ここのサイドポケットは非常に好きな設計だったので、ちょっと寂しいなって感じました。対策としては、このクラムシルオープンのファスナーを横に合わせておくことによって、メインの収納にアクセスすることはできるんじゃないかなと思いますが、こういう小物みたいなものをさっと収納しておけるサイドポケットがあったらもっと使いやすかったので、ここはちょっとボトルポケットダブルの設計とトレードオフなんですが、個人的には前のサイドポケットの方が便利だったなって感じました。あとはさっきも言った通り、このバックパックは上からアクセスするのに特化しているので、この内部収納においてもこの側面のポケットみたいなものは存在しません。メリットの方で説明したこの引っ張られることによってシルエットが崩れないっていうのは、かなり優れたデザインではあるんですが、この大きな場所においてこの背面とフロント部分にしかポケットがないっていうのはちょっと寂しいなって感じました。ここもシルエットを担保するための設計理念とはかなりトレードオフな部分だとは思うので、人によって好みが分かれるんじゃないかなって思います。最後の気になった点は経年変化が気になるという点です。ダイニマやウルトラ 400X のような超高分子量ポリエチレン繊維については、この使っているとどんどんシワが出てしまうっていうところはどうしても仕方がない部分なので、買った時の見た目をずっと維持したいっていう人は、もしかしたらコーデュラバリスティック1680デニールのノーマルモデルを買った方が幸せになれるんじゃないかなって思います。僕は結構このシワ感というか使用感が出てくるのは結構好きな質感なので、あんまり気にならないというか、むしろこっちの方が好きなんですが、どうしても本体の見た目的にはアウトドアに寄ってしまいますし、使用感が出てきてしまうと、全体のファッションにとってノイズになってしまう人にとっては、使用感の出にくいコーデュラバリスティックの方が合ってるんじゃないかなって感じました。ここまでが使っていて少し気になるなって思った点でした。このバックパックはとにかくかっこいいものを作ろうっていうのを追求したバックパック、そんな風に感じました。異常なまでのシルエットをきれいに保つためのこだわり、デザイン的なバランス、表面のウルトラ 400X の生地もそうなんですが、この裏地のリップストップ生地やこの伸縮性の生地もちょっと質感の高いものになっていたり、とにかくかっこいいもの、使っていてワクワクするものを作ろうっていう意思がかなり伝わってくる、そんな製品になっています。僕は結構エアの製品を見てカバンが好きになった側面もあるので、そういうカバン好きのきっかけになったエアが今までの技術だったりデザイン性なんかを全部集約してできたのがこの一品なんじゃないかなって感じます。具体的には今まで結構四角っぽいシルエットだったシティシリーズに対してテックシリーズの美しいシルエットが埋め込まれて、エアのそれぞれのシリーズコレクションにおいて良かった点がかなり集約されているので、エアファンだったりエアをきっかけでカバンが好きになった人にとっては日常に極上の体験を提供してくれる、そんな製品になっているんじゃないかなって感じました。間違いなく最高傑作の一つだと思います。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕が今作っているバックパックやポーチなんかの進捗情報を Discord の限定チャンネルで公開しています。気になった方はぜひ覗いてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。